海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。今日は実際に自分たちの手で試した実験の回です。実験って何をしたの？画面に文字が書かれています。ミックスフォント掲載の別々の検証では、クロード系のモデルは仕込まれたおとりの文章の方を読んでしまい、チャット GPT のプロ版は19分粘った末に、実在しない文章を答えたと書かれています。19分も粘って、しかも外れ？これマジ？マジです。全部見せます。まず前提から文字を機械に読ませないようにする工夫は、今回が初めてじゃありません。2013年、ムンさんという人が ZXX というフォントを作りました。ZXX？ 変な名前。文字の形にわざとノイズや切れ目を混ぜて OCR 光学文字認識ソフトに読み取らせにくくしたフォントです。当時は監視対策を謳うフォントとして話題になりました。当時はそれで OCR 対策になるって触れ込みだったんだ。はい。でもミックスフォントのブログによると、開発者がチャット GPT5.5 インスタントに ZXX の画像を見せたところ、ワンプロンプトで読めてしまったそうです。13年でそこまで読める AI も出てきたんだ。だから今回の主役、ゴーストフォントを作った開発者のエリック・ルーさんは、動きで文字を書いたらどうなるか、お試したんです。これ、ただのザラザラの砂嵐にしか見えないけど。そのはずです。ゴーストフォントは、文字を作る点を、背景の点と完全に同じ見た目にしてあります。色も形も区別がつきません。じゃあどうやって文字になるの？答えは動きです。文字を作る点だけが決まった軌道で揃って動きます。人間の目は揃って動くものを自然に一つのまとまりとして認識できるんです。ホタルの群れみたいな。一匹一匹はバラバラなのに集団で動くと形に見えるやつ。近いです。だから静止画だけを見ても手がかりがほとんどありません。実際に私たちもこのサイトで自分たちのメッセージを打ち込んで本物の動画をダウンロードしました。私たちも作ったの見たい。今から流します。画面をよく見てください。読めますか？うわ、なんか揺れて。見えた気がする。正解は AI can't read this。英語で AI はこれを読めないという意味のメッセージを実際に打ち込みました。日本語では打てなかったの？私たちが触ったプレイグラウンドでは日本語を入れると保存ボタンが押せなくなり、英語でしか検証できませんでした。最大36文字ほどで入力内容はサーバーに送らずその場で処理される仕組みだそうです。ここが一番面白いところです。ゴーストフォントが生成する動画には本物のメッセージとは別におとりのメッセージが必ずもう一つ仕込まれています。おとり？わざと偽物を混ぜるってこと？そうです。開発者はコードで動きを解析できる AI エージェントへの対策として先に見つかったおとりを本物のメッセージだと思わせる仕掛けだと説明しています。実際掲載されたテストでは2つの大型モデルがどちらもおとりの方を読み本物のメッセージは読めませんでした。なんで偽物の方を本物だと思っちゃうんだろう？宝探しで手前にわざと偽物の宝箱を置いておくイメージです。それらしいものが先に見つかるとそれを答えにしたくなる。開発者はそこを狙った設計だと説明しています。目の性能だけの勝負にせず判断の癖まで狙った2段が前の罠ということですね。 AI がどう考えてどこで判断ミスをするのか、こういう挙動の面白さはこの番組でずっと追いかけているテーマです。チャンネル登録しておくとまた似た実験に出会えます。開発者自身もこのページで検証結果を公開しています。クロード、フェーブルのマックス推論と GPT、ソル 5.6、ウルトラ、どちらもこのおとりを読んで見つけたと誤答したそうです。さらにチャット GPT5.5 プロは19分間粘った末に実在しない文章を作り出してしまったと書かれています。冒頭の謎々の答え、それだったんだ。はい、ここまでは開発者側の成績表です。ここからは条件は違いますが私たち自身の成績表、ダウンロードした動画の静止画1枚をクロード、ソネット5に見せてみました。結果点のノイズしか見えず文字は読めませんでした。1枚だけだと厳しいなら何枚か並べたらどう？8コマを1枚の画像に並べてみせても結果は同じでした。静止画を並べるだけでは足りずフレーム間の変化そのものを追う必要がありそうです。次に実際の画像処理で動きの量を数値化してみました。全フレームの明るさのばらつきを計算する簡単なコードです。結果はぼんやりした影のような形が浮かび上がる程度で文字として読み切るには至りませんでした。じゃあチャット GPT にも聞いてみた？試しました。 GPT5.6 テラというモデルに動画とGIF、静止画を順番にアップロードしたんですがアップロードの処理がずっと終わらないまま固まってしまって送信できませんでした。
テストする前に詰まっちゃったの？はい、今回はここまでというのがありのままの結果です。開発者自身もこれで完全に安全とは言っていません。どこを探せばいいかヒントを与えれば今の AI でも解読できたと書かれています。ヒントもらえば普通に読めちゃうんだ。はい、それに動画をそのまま理解できるモデルが登場すれば遠くない将来に読まれるだろうと開発者自身が予想しています。人間にとっても実はちょっと読みにくいんだよねこれ。そうなんです。開発者も人間側にとっても簡単ではないと認めています。本当に隠したいなら結局は暗号化が正しい方法だとも書いています。あ、これは何のために作ったの？実験なんです。いわば AI と人間の動体視力検査。開発者は今後動きを使った CAPT/CHA や動画を理解する AI の性能を測るベンチマークへの応用も考えているそうです。AI がどこを見てどう判断するかを除いた回、実は前にもやっています。AI の頭の中を実際に覗いた回もあるので気になったらそちらも見てみてください。静止画じゃ何も見えないのに動画にすると読めちゃう。人間の目って結構面白い仕組みだったんだね。はい。開発者はこのツールをオープンソースで公開する予定だそうなので、公開されたらまた実際に触ってみたいですね。絶対見る。軽くて短い実験ですが、これマジと思ってもらえたら、コメントでどの発見が一番面白かったか教えてください。みなと。ミントでした。バイバイ。